おはようございます。千ドラです。今日は7番十楽寺から11番藤井寺までを参拝しようと思います。安楽寺の横にあるこのお土産屋さんで食べれるアイスクリームがうまいっていう噂聞いてたので、食べたかったんですけどね、昨日雨が降りそうで慌ててたんで寄れませんでした。1巡目ではここをまっすぐ行っちゃったんですが、遍路道は右折するんだったみたいですね。十楽寺までは1キロぐらいしか距離がないのに、いきなり遍路道を、見逃してるなんて本当に詰めが甘いですよね。7番札所十楽寺です。本当は十楽寺の宿坊泊まりたかったですけどね、団体さんが泊まんないと開かないのか、なんか予約取った時にはその日やってないって言われちゃってね、残念でした。鐘楼門をくぐるとすぐに注文が出てくるんですが、上に上がる階段があって、左から上がると縁結び、右から上がると縁切りになるんだそうです。前回は縁結びから上がっちゃったので、今回はコロナ退散ということで縁切りから上がってみました。本堂を参拝して大師堂も参拝します。この不動明王は太平洋戦争の特攻で亡くなった第13期海軍予備学生から名前を取って13不動明王って呼ばれてるんだそうです。はい、無事に参拝が終了したので、次は4キロ先にある8番の熊谷寺に向かいます。この先の T 字路なんですが、この標識も熊谷寺は右って書いてあるし、道路の向こう側にある看板も右側の方に矢印が向いてるので、1巡目の時は何のためらいもなくここをこの右側の方に歩いていったんですよね。なんですが、どうもよくよく見ると歩き遍路道はここを右あっち側に行くんじゃなくて、一回ちょっと左側の方に行って、この旧遍路道、当時この看板見つけられなくてね、あっち行っちゃいましたが、ここを一回左に折れて、ここを入ってって右の方に向かうこの道が、歩き遍路道なんだそうです。前回お礼参りの時にこの道通ったんで良かったですけど、あれがなかったらまたきっと私のことだから間違えたと思いますね。悩ましい案内が出てきました。熊谷寺は右ってなってますが、お遍路シールは直進になってます。地図はまっすぐになってるし、向こうの電柱にお遍路シールが貼ってあるので、ここは直進します。遍路道って歩きの遍路道と車の遍路道があってね、たまに、標識が混乱する時あるので、間違えないように気をつけて歩きます。おもてなし公園が出てきました。ここは、三木武夫元首相の、ご実家があったところですね。遍路小屋第57号どなりっていうみたいです。令和2年の3月竣工なので新しいですね。トイレも真新しくてとても綺麗です。道の左側には遍路シールとか、案内がたくさん貼ってあります。これだけ貼ってあればさすがの私も見逃さないですね。ここを右折したら、もうちょっと行って熊谷寺です。仁王門が見えてきました。この山門は四国霊場で最大級なんだそうです。8番札所熊谷寺です。熊谷寺は仁王門をくぐった後、県道で一度分断されちゃうんですよ。で、前回はこの県道から入ってきたので山門最初にくぐれなかったんですよね。ちょっと残念なことをした記憶があります。前回はこの辺りでお経を読む声が聞こえて驚いたんですが、それが録音だったことを知ってさらに驚いたところですね。左に見えるのが県指定文化財の多宝塔です。熊谷寺は山の上にあるわけではないんですが、まるで山の上にあるかのような空気の澄み具合をしてるんですよね。すごく趣のあるお寺です。二天門と呼ばれる中門には時刻天と多聞天がいます。戦闘衣装がかっこいいです。前回に引き続き今回も、鐘楼堂には入れないみたいですね。確か高山さんはついてたような気がしたんで、一度ついてみたかったですけどね、残念です。
相変わらずうどんの八幡さんが幅を利かしてます。真夏なのになんとなく空気が張ってていい雰囲気です。まずは本堂を参拝します。続いて大師堂を参拝します。大師堂は奥にある石段を上がったところにあります。大師堂は火災で焼失することなく1707年建立のものが今でも現存してるんだそうです。さらに大師堂に安置されている弘法大師座像は1431年のもので、徳島県で2番目に古い大師像なんだそうです。はい、次は 2.1 キロ先の9番法輪寺に向かいます。この仁王門の前後には桜の木がたくさん植えてあるんで、春はとっても綺麗なんでしょうね。法輪寺までの道はそんなに難しくないんですが、道路工事とかしててちょっと分かりづらいんですよね。前回もねちょろちょろ道を間違えたんですけども、この隣の鳥居を目印にして歩くようにしてます。明日は向こうに見える山を越えてついに正山寺にチャレンジです。雨が降んなきゃいいですよね。前回はこの辺りにお遍路さんが通る時だけお経を読む托鉢のお坊さんがいたんですけどね、今日はいませんでした。9番札所法輪寺です。前回よりも1時間ぐらい早く着いて、今ねちょうど10時ぐらいです。この分なら昼飯もちゃんとした時間に食べれそうです。法輪寺は見客祈願のお寺として有名なので、お守りを買っておきます。歩き遍路は足が命ですからね。本堂を参拝して大師堂も参拝します。墨書きがない分農協がすぐ終わっちゃうので、撮影のお願いをするタイミングが難しいんですけどね、今回はお願いしてなんとか撮らせてもらいました。人懐っこい猫ちゃんに見送られながら法輪寺を後にします。次は4キロ先にある10番の桐畑寺に向かいます。喫煙で有名な333段の階段があるお寺です。番外霊場の小豆洗い大師が見えてきました。ここにはなかなか迫力のある伝説が残ってるので、下のテロップをご覧ください。桐畑寺まで残り800メートルです。だいぶ近づいてきました。ここを右に曲がるんですが、石柱門があります。あとはまっすぐ行けば、桐畑寺に到着です。ここからは緩やかな上り坂を登っていきます。今11時なんですけど、気温が33度でだいぶ暑くなってきました。右側の建物の軒下に以前お遍路かかしの家族がいたんですけど、今いなくなっちゃってますね。あれなんだろう、前回サムネにも使ったぐらいインパクトあったんですけどね、お会いできなくて残念です。あれ、フクロウがいると思ったんですけどね、どうもね作り物みたいで動いてませんでした。桐畑寺の山門が見えてきました。いやもう暑くてすでにちょっとへばってます。10番札所桐畑寺です。まずは山門を入ってすぐのところにあるトイレをチェックしてみます。綺麗なトイレですね。ウォシュレットではないようですが、清潔なトイレでとても使いやすそうです。桐畑寺といえば何といっても333段の石段が有名です。1巡目の時はこの333段の階段を上るのに本当に苦労してとっても大変だった記憶があるんですが、歩き遍路も後半の方に行くともっともっととんでもない階段も出てくるんですよ。そういうのをすでに経験してきてるので、2巡目のここはそんなに辛い思いもせずに登っていくことができます。やっぱり人間って成長するんですね。女厄除け坂、ここまで来れば、本堂まではあと少しです。この右側にある貴婦石のハワイ信者団、これねすごいですよね。やっと本堂に到着しました。桐畑寺はここに自販機が何台かあるので、飲み物を補給することができます。とりあえずコーラ1本ね一気飲みすることにします。ま
まずは本堂を参拝して、続いて大師堂も参拝します。切旗寺の地名にもなった旗切観音です。右手にハサミ、左手に布を持ってるとても珍しい観音様です。前回は見ることができなかった切旗寺大塔を見に行ってみます。豊臣秀頼が秀吉の菩提を弔うために建立したもので、明治6年に移築した国指定重要文化財なんですよね。これは必ず見ておきたいところです。石段を登ると不動堂に出るんですよね。前回はね、あれと思ってここで降りちゃったんですが、大塔はここからさらに上に登ったところにあります。あ、見えてきましたね。これが切旗寺大塔っていうんだそうです。今は真夏だからか草がぼうぼうに伸びてます。ちょっと荒れてる感じですが、この荒れ具合が逆に雰囲気を盛り立ててくれます。歴史を感じさせる佇まいですよね。ここまで上がってくる人は少ないのか、誰もいません。前回は見ることができませんでしたが、今回はいいものを見させてもらいました。参拝も無事に終わったので、これから長い階段を下っていきます。帰りの方が足にダメージを受けやすいので気をつけて降りることにします。右側に見えるのがお遍路用品とかを売ってる相撲取り屋さんです。ここでザック預かってくれるらしいんですが、さっき通った時誰もいなくてね、預けることができませんでした。それでは10キロ先の11番藤井寺に向かって歩いていきます。もうとにかく暑いので、早くうどんの八幡さんに入ってビール飲みたいですね。頑張って歩きます。あー、お遍路姉さん発見です。いやー、このお姉さんに会いたかったんですよね。お姉さんの横に確かここで一服銅像的なことが書いてあるんですが、1巡目の時はとてもじゃないけど怖くて座れませんなんて言った記憶あるんですが、2巡目ともなると普通に座れるようになりました。ちょっとお姉さんが疲れてる感じですね。お遍路さんとして成長してる自分をまたしても感じることができて、とっても嬉しい気持ちです。実はさっきお遍路姉さんの撮影をしている時に、南アフリカ出身の歩きお遍路さんに出会って、あなた何をしてるんですか的なことを聞かれたんですよ。とてもじゃないけどうまく説明する自信がなかったので、適当に微笑みながら交わしてたんですけど、よくよく聞いてみたら今晩の宿が一緒だったんですよね。ちょうどすぐそこがうどんの八幡さんなので、一緒に昼飯食いながらいろんなお話ししましょうというふうにお誘いしたんですが、彼は昼食べないということで、このまま藤井寺に向かうとのことでした。なのでまた夜、お宿で会いましょうということで一度お別れです。やっとうどんの八幡さんに到着です。昼飯食いがてらゆっくり休憩しようと思います。メニューの写真は撮ったんですが、肝心の料理の写真をまたしても撮り損ねてしまいました。っていうのがさっき前を歩いてた、区切り打ちの女性の方がいらっしゃって、食事中にちょっとお話ししたんですけども、今お盆休み中で宿が取れなかったみたいで、今日のお宿は薬王寺の方だそうなんですよ。それは大変だっていうことで、旅館吉野さん空いてないかとかですね、いろいろとやってたら、完全に写真を撮るのを忘れてしまいました。結局旅館吉野さんが1部屋空いてたので、そっちの予約にし直して、このまま藤井寺までご一緒することになりました。今回も善入寺島を経由して潜水橋を渡っていくルートを選びました。2巡目は1巡目となるべく違う道を歩こうっていうふうに思ってはいるんですが、あっちの阿波中央橋の方を渡っても味気なくてですね、せっかくいい道があるのにそこをわざわざ避ける必要もないかなと思って、1巡目と同じルートにしたんですよ。特に吉野川の潜水橋は、お遍路全体を通しても、特に強く印象に残ってる橋で、またあそこ渡りたいんですよね。この辺りは1巡目の時、先導してくれる人がいたので道をねよく覚えてなかったんですよね。で途中ちょっと道間違っちゃったりしたんですが、なんとか潜水橋までたどり着くことができました。
藤井寺まで残り 4.7 キロです。この辺りでちょうど半分ぐらいですね。約2年ぶりに戻ってきました吉野川の潜水橋です。前回ここ通った時は生まれて初めての潜水橋だったので、欄干の低さにすごく驚きました。昨日の夕方雨が降ったのに川の水は相変わらず綺麗でした。ここの土手を登って右に行ったところに休憩所があるので、そこでちょっと休もうと思います。今渡ってきた潜水橋ですね。いやー、すごいかっこいい橋ですよね。こんなとこ歩けるなんて幸せです。ここから先は看板によって残りの距離がかなりばらつきがあるんですよ。歩き道と車道の違いだとかそういうことだとは思うんですが、この辺りになると疲れもピークに達しているので、あんまり真に受けてると精神的にダメージ受けるので注意です。ポップスからツヤ歌まで、ツヤ歌、いや昭和ですね。いい雰囲気です。ここまで来れば藤井寺まではあと一息です。足も痛いですけど頑張りましょう。藤井寺まで残り400メートルです。この先に休憩所もあるんですが、もう残りわずかなのでこのまま行っちゃいます。標識がなければ通るのをためらうようなところを入っていきます。この先少しだけですがちょっと足元が悪くなるので、滑ったり転んだりしないように注意が必要です。いかにも歩き遍路道っていうようなところを降りていきます。徳島は遍路標識が多い上に親切なので、こういうようなところも迷わず入っていくことができます。この道なんかもさっきの看板なければ絶対歩けないですよね。むしろ歩いちゃいけないようなところに見えます。11番札所藤井寺です。南アフリカの方の、鐘をつくシーンでした。海外の方が鐘をつくシーンっていうのはなかなか撮影することができないので、今回使わせていただきました。明日はいよいよ正三寺の攻略です。登山口はこの藤井寺の境内の中にあるので、明日の朝また戻ってくることになります。本堂を参拝して大師堂も参拝します。登山口にいらっしゃるお大師様が明日お前頑張れよというような顔で見てるような気がするのは私だけでしょうか。まあきっと私だけでしょうね。さて今日の参拝も全て終了したので、これから宿に向かいます。今日のお宿は歩いて5分ぐらいのところにある旅館吉野さんです。立地がいい上にオーナー一家がみんないい人で、とても評判のいいお宿です。遍路の里が見えてきました。ここお遍路業界ではとても有名なおじさんがやってるんですよね。前回もお接待していただいたんですが、川の右側に何か新しい建物が増えてます。おじさんに呼ばれてちょっとそっちの方に行ってみます。また今回も何かお接待してくれそうですね。いやー、2年ぶりに来ましたけど、いつの間にかすごいことになってます。お接待どころができてます。前回来た時も何か工事始めそうな雰囲気はあったんですけど、随分立派なものが出来上がってます。テレビもあるし、でっかい地図も貼ってあります。これすごいですね。もうほとんどお遍路の基地みたいな感じです。ここのおじさんにお接待していただいた歩き遍路者はたくさんいると思うんですが、今回もアイスをいただきました。アイスティーももらったし、スイカもいただいてね、本当にありがとうございました。いつまでもこういうのを続けてくれると嬉しいですね。遍路の里でのんびりと雑談してたらあっという間に4時半になっちゃいました。急いで宿に向かいます。もうみんな疲れ果てて無言ですね。はい、今日のお宿旅館吉野さんに到着です。ここは歩き遍路者御用達のお宿でね、なかなか予約が取れないんですが、今回は運よく泊まることができました。前回の動画でもお話ししましたが、今回の2巡目はなるべく違うお宿に泊まろうと思ってはいるんですが、やっぱ旅館吉野さんは外せないお宿ということでね、
今回は迷いなく、初めからここを予約してます。1階には洗濯機が1機と乾燥機が1機置いてあります。洗剤はお接待です。トイレは、和式と洋式があって、洋式はウォシュレットになってます。お願いします。客室は2階になるので2階に上がってみます。ご家族3人だけで切り盛りしてるようなんですけど、建物の中もとても綺麗に管理されてるようです。2階にも洗濯機と乾燥機が1機ずつあります。トイレも1階と同様に和式と洋式があるんですが、洋式はウォシュレットになってました。旅館吉野さんですごいなと思うのが、冷蔵庫の中に入ってる飲み物たちなんですよ。冷蔵庫に料金表が貼ってあるんですが、この金額がね、スーパーで買う金額とほぼ一緒なんですよね。しかも中に入ってる大きな麦茶、これは無料で、好きなだけ飲んでくださいと、そういう仕組みなんですよ。これね、本当にありがたいんですよね。はい、今日の私のお部屋は201号室です。これ前回泊まった時と同じ部屋ですね。6畳の和室で、テレビがついてます。ハンガーをかける場所もあって、もちろんエアコンもあります。素晴らしいのはこの洗面台があることですね。これが部屋にあるのはなかなかポイント高いです。翌日すだち庵さんに泊まる人はここで、荷物を預けると、運んでくれる仕組みになっているようです。これはとっても助かりますね。私明日すだち庵なので、荷物置いてこうと思います。はい、お風呂です。旅館吉野さんは家族風呂が2つあるんですが、今日は片方のお風呂だけ、開けてるようです。タオルがいっぱい積んでありますね。これは前回も驚いたところです。お風呂は広くて洗い場は2つあります。湯船も大きいですね。歩き遍路2日目ってちょうど疲れが出てくる頃だし、明日正三時もあるのでゆっくりと浸からせてもらいます。夕食です。感染症対策として、テーブルごとにアクリル板が L 字に配置されてます。基本的には黙食ですが、これだけきちんと対策されていれば少しぐらいであれば会話しても大丈夫そうですね。心のこもったとても美味しい夕食をいただきながら、明日の正三時について、みんなで打ち合わせをします。今日ここで出会わなければきっと一生出会うこともなかった人たちですけどね。本当に歩き遍路ってこういうのがたくさんあるからやめれないんですよね。おはようございます。今日は午後から雨予報なので、なるべく早く出ましょうということで、6時から飯を食って6時半に出発します。天気予報では11時から雨になってるんですが、なんとか正三時まで雨の前にたどり着ければラッキーなんですけどね。とにかくみんなで力を合わせて頑張ろうと思います。美味しい朝食を腹いっぱい食べて、昼飯用のおにぎりもいただいたら出発です。お父さんには今回も大変よくしていただきました。ありがとうございます。最後に記念撮影してくれるということだったので、南アフリカの人と大阪の人と3人で写真を撮って出発です。今回も最後までご覧いただいてありがとうございました。いよいよ正三時攻略です。雨がなんとか踏ん張ってくれれば助かるんですが、どうでしょうか。チャンネル登録、高評価、コメントぜひお願いします。それではまた。